エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は価格が安くなった新型 Apple Pencil USB-C をレビューします。今までの Apple Pencil 第2世代は約2万円で高すぎるので1万3000円くらいで買える新しい Apple Pencil が気になるけど安いと書き心地が悪くないか不安という人のために今までの Apple Pencil や Amazon の安いペンと書き心地や機能を詳しく比較してみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品はペン本体と説明書です。配信やケーブルは入っていないので自分で用意する必要があります。パッと見は今までの Apple Pencil と同じですが、ペンの長さが少し短くなっていて、上側をスライドすると USB-C の穴が出てきます。第1世代のようにキャップをなくす心配がないのが嬉しいです。ここに USB-C ケーブルを挿すとペアリングと充電ができます。ケーブルはついていないので iPad に付属しているものや自分で購入したものを使います。一応 iPad の側面に磁石でくっつけることはできますが、残念ながら充電はできません。くっつけるだけでペアリングと充電できる Apple Pencil は第2世代だけです。今回比較するペンは1、Apple Pencil 第1世代、2、Apple Pencil 第2世代、3、Apple Pencil USB-C、4、Amazon の安いペンの4本です。安いペンは筆圧感知がない2から3000円くらいのものになります。Apple Pencil の見た目は第1世代が丸くてツルツルした質感で、第2世代と USB-C がペン軸に平らな面があるマットな質感です。ペン先の形は全て一緒になります。ペンの長さは USB-C が一番短いですが、上側を開いた状態だと一緒くらいです。Amazon の安いペンは USB-C の穴がむき出しになっているので、やっぱり穴を隠せる Apple Pencil の方が見た目はいい感じです。Apple Pencil は世代によって使える iPad が限られるので、自分の使っている iPad に対応したペンを選ばないといけません。今お店で売られている現行機種だと第1世代のペンは無印の iPad しか使えなくて、第2世代のペンは iPad Pro、Air、Mini で使えますが、今回の新型ペンは充電が USB-C の iPad なら無印でも Air でも Pro でもどの iPad でも使えるので対応機種は一番多いです。ちなみに Amazon の安いペンも基本的にどの iPad でも使えます。それでは実際に書いてみたいと思います。使用するのは M2 の iPad Pro 12.9 インチです。Apple Pencil の第1世代と第2世代は筆圧感知の機能がついていますが、新型には筆圧感知の機能がついていないので、それが書き心地にどれくらい影響するのかチェックしてみます。第1世代と第2世代は書き心地が一緒なので、今回は筆圧感知ありの第2世代、筆圧感知なしの新型、Amazon の安いペンでそれぞれ書き心地を比較します。まずは Apple Pencil 第2世代で書いてみます。筆圧感知がついているので、筆圧を強くすると線が太く色が濃くなって、逆に筆圧を弱くすると線が細く色が薄くなります。傾き検知機能もついていて、ペンを傾けるほど線が太くなります。メモアプリの鉛筆ツールは本物の鉛筆みたいに線が太くなったり細くなったりしてとても書き心地がいいです。フリップスタジオペイントで書くとこんな感じです。筆圧を変えるだけで線の太さや色の濃さを調整できるので、絵を描く場合は筆圧感知のついた第1世代、第2世代の Apple Pencil が描きやすいと思います。書き心地は変わりませんが、第2世代の方にはペンをダブルタップでツール切り替えできたり、 iPad の側面にくっつけるだけで充電とペアリングができて便利です。私はツール切り替えを鉛筆と消しゴムの切り替えに使っていますが、たまに指が当たっただけで誤作動するので、設定アプリでダブルタップをオフにしている人も多いようです。次は新型 Apple Pencil を試してみます。ペンを使う前に iPadOS を最新にしておかないとペアリングできないのでご注意ください。ケーブルでペンと iPad をつなぐとペアリングされてペンを使えるようになります。ケーブルは差しっぱなしでも使えるので、ペンを充電しながら使うこともできます。新型のペンは筆圧感知がないので、筆圧を変えても線の強弱はつきません。書
傾き検知機能はあるので、ペンを傾けると太い線を描くことができます。ペンを押さえる筆圧を変えても線の太さが均一になってしまうので、お絵描きには向かないと思いますが、文字を書くときは個人的に筆圧感知がない方が描きやすいので、絵を描かない人は新型のペンでも良さそうです。ただ筆圧感知がない新型のペンだと全く絵が描けないのかというと、そういうわけではなく、フリップスタジオなどのお絵描きアプリはアプリ側のブラシ設定で入り抜きを調整して疑似的に描き始めと終わりを細くすることもできるので、筆圧感知がなくても絵は描けそうです。最近はスマホに指で絵を描く人もいますが、指で描いている人は筆圧なしで描くのに慣れていると思うので、そういう人は筆圧なしのペンでも十分描きやすくなりそうです。使うブラシによっては厚塗り風の絵も描けそうです。これは不透明水彩を使っています。ただ絵を描くときはやっぱり線の太さや色の濃さを筆圧で細かく調整できた方が描きやすいので、お絵描きに使いたい人はできれば筆圧感知のついた第1世代や第2世代のペンがいいと思います。次に Amazon の安いペンですが、これも筆圧感知なし、傾き検知機能ありで、できることは新型の Apple Pencil とほぼ一緒になります。ちゃんと iPad にもくっつけることができて、一部のペンはくっつけるだけで充電できる機能もついていて、新型の Apple Pencil よりも使い勝手が良かったりします。では Apple Pencil と書き心地に違いはあるのかというと、書き心地は同じような気がします。先ほどと同じように文字を書いたり絵を描いたりしてみましたが、 Amazon の安いペンも問題なく使えました。ペン先と線がずれて見えないかもチェックしてみます。 Apple Pencil はこの辺りがしっかりと調整されていて、ペンを傾けてもちゃんとペン先から線が引かれているように見えるので、この辺りの細かい作り込みは Apple Pencil の方がいいのかなと予想していましたが、 Amazon の安いペンもペン先と線のずれはほとんど気にならないので、価格が5倍くらい違うのに書き心地はほとんど一緒という少し残念な結果になりました。というわけでペンの書き心地については、筆圧感知ありの Apple Pencil の第1世代と第2世代がほぼ一緒で、筆圧感知なしの新型 Apple Pencil と Amazon の安いペンがほぼ一緒という感じになりました。充電方法は第2世代の iPad の側面にくっつけるだけが一番便利です。第1世代と USB-C はわざわざケーブルを挿さないといけないので、くっつけるだけの充電に慣れてしまうと不便に感じます。価格は高い順に Apple Pencil 第2世代が 19,880 円、Apple Pencil 第1世代が 14,880 円、新型 Apple Pencil USB-C が 12,880 円、Amazon の安いペンが 2,399 円です。Apple Pencil の中では新型の Apple Pencil が一番安いですが、それでも Amazon の安いペンが5本買えるくらい高いし、書き心地もあまり変わらなかったので、筆圧感知がなくてもいいなら Amazon の安いペンで十分だと思います。新型の Apple Pencil はペンを浮かせてカーソル操作できるホバー機能に対応していますが、ホバー機能は今のところ最新の iPad Pro しか対応していないので、ほとんどの人にはあまり関係なさそうです。というわけで、絵を描くなら Apple Pencil の第1世代、第2世代がおすすめですが、文字を書くためにペンが欲しい人や筆圧感知がなくても絵が描けるという人には Amazon の安いペンで良さそうです。安いペンは耐久性が Apple Pencil よりも劣ると思うので、早く壊れてしまうかもしれませんが、 Apple Pencil 1本分の値段で5本買えると考えると、多少壊れやすくても安いペンでいいのかなと思います。今回の新型 Apple Pencil を買うメリットですが、ペンやペン先の形が今までと一緒なので、以前レビューした Apple Pencil 用の金属製のペン先やペングリップなど Apple Pencil 用の豊富なパーツが使えて、使い心地を細かくカスタマイズできるのはいいと思います。 Amazon の安いペンは形がバラバラでペン先の変更などがあまりできないので、 Apple Pencil 用に売られている豊富なパーツが使えるのはいいところだと思います。
あと安いペンは壊れた時にちゃんと修理してもらえるか分かりませんが、 Apple Pencil ならそのような心配もないので、純正を使っている安心感やペンの質感の高さを重視したい人は Apple Pencil を選ぶといいのかなと思います。 iPad のペンを買う時の注意点ですが、ペンによって対応する iPad がそれぞれ違うので、ペンを購入する時は自分の使っている iPad にちゃんと対応しているか確認するようにしてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。